速報です。速報ですというか、まだ発表になっていません。新たな給付金、補助金が決定いたしました。今日の夕方、岸田首相が発表いたします。その給付金、補助金について早速お話したいと思います。岸田首相が決断、新たな給付金決定、早くも不満の声、全国民10万円給付特別定額給付金の2回目ということで、給付金の最新情報についてお話したいと思います。早速とんでもないという声が上がっていますと。何のことかと。今日夕方、新たな給付金補助金に関して岸田首相から発表があります。まだ岸田首相から表明されていません。ただ政府がこのような新たな給付金あるいは補助金について今日発表させる方針だということがそこで分かってきましたので、それについてお話したいと思います。早くも不満の声、何のことかと。全国民一律で給付されるというふうな補助金給付金ではありません。それについてふざけるなと、またかという声が上がっているということです。全国民10万円給付特別定額給付金の2回目という、こういった全国民10万円給付するような特別定額給付金の2回目っていうのはもちろんまだあるかないか分かってないんですけれども、その可能性についてのお話、また今日新たに決まったこの給付金あるいは補助金についてお話しさせていただきたいと思います。今日この動画をご覧になっていただいている方は個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。個人の方で給付金の新しい情報が出たらすぐに知りたいという方、あるいは給付金の申請が始まったらできるだけ早く申請をしてできるだけ早く給付をされたいという方、あるいは給付金を確実に給付完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。新しい給付金の情報が出ましたらすぐにこのように動画でお話しさせていただきますので、チャンネル登録していただければと思います。チャンネル登録をしておいていただくと新しい給付金の情報が出た時にすぐにご覧になっていただけるようになります。早速いきたいと思います。まず速報で新たに決まった給付金あるいは補助金についてお話しさせていただきたいと思います。新たな給付金6月21日夕方、今日の夕方岸田首相が発表をします。まず物価高対策として1つ目、電気代を8月から3ヶ月間補助金が出るといったような形になります。ここ最近でこの補助金の給付、電気代の補助というものはストップしていましたが、この物価高対策として猛暑と言われている今年のこの夏の前にしてですね、8月から3ヶ月間限定で補助金を出すと。電気代あるいはガス料金の引き下げる補助金というもの、物価高対策として3ヶ月間出すということが今日表明されますと。で、それから年金受給者あるいは低所得者への支援金、秋に向けての新たな経済対策として年金受給者、低所得者など物価高の影響が大きい世帯への給付金の検討を与党に指示ということも今日発表されますと。どちらにしてもとにかく物価高対策、物価が今めちゃくちゃ上がってきていますと。それに対応した補助金あるいは給付金が今日岸田首相から発表されます。電気代非常に高くなってきています。それに対して8月から3ヶ月間補助金が給付されるということが発表になります。さらに年金受給者あるいは低所得者、つまり物価高の影響が大きい世帯への給付金の検討を与党に指示ということですね。これに対してまたかと。我々一般的な国民の大半に対する給付金補助金ということでなくて、限られた世帯への支援金補助金ということでまたかと、不公平だというふうな声が上がっていますと。実はここ最近の流れの中でもこの、最近に給付された給付金、記憶に新しいのが例えばコロナ禍にあったこの10万円給付、全国民10万円給付、こういうような給付金ですね。特別定額給付金の1回目というものはコロナ禍にありました。これは全世帯全国民ですね、全世帯というか全国民に対して1人10万円が給付された給付金でしたと。で
その後は非課税世帯あるいは低所得世帯に対する10万円給付というものがされていましたと。2年連続で1世帯10万円給付というふうな形でありました。で、24年に新たにこの非課税あるいは低所得世帯になった世帯に対しても10万円が給付されるということが政府から方針が先日発表になりましたと。これに対してはとにかくこの全員に給付されるというものではなくて、非課税世帯低所得世帯に対する給付というものにとどまっているので不公平だと、ふざけるなというふうな声がもともと上がっていました。そこでこの今日発表になる年金受給者低所得者への支援金が検討されていく方針ということで、またかと、不公平だ、ふざけるなという声がめちゃくちゃ上がっているということですね。6月10日に岸田首相は定額減税に続く新たな総合対策っていうのを検討していきますというふうに発表されていました。給付金なのか減税なのかということで気になっていましたが、まず最初にこの電気代8月から3ヶ月間止まっている補助金を再開させて、3ヶ月間物価高対策として給付金補助金ですね、補助金を出すというふうな形です。いずれにしてもこういった電気代あるいはこの年金受給者低所得者へのこの給付金というものに関しては閣議決定すると具体化していくっていうふうなことがありますので、これについてまた決まりましたら詳細をお話しさせていただきたいと思いますので、先ほども言いましたけどチャンネル登録しておいていただければなというふうに思います。これが今日の一番のトピックスです。速報でお伝えしましたけれども、とにかく今日の夕方に新たな給付金として、あるいは補助金として発表されますと。今日の夕方ですね、岸田首相がお話になるということですね。先ほど言ったように、こういった全世帯に対してあるいは全国民に対して給付ということではないものも検討指示ということで、ふざけるな、不公平だという声が上がっているということです。ただこれは前回も言いましたけども、給付金というのはとにかく繰り返しある形になるので、またこの新しい給付金、もしかしたらこの課税している世帯に対しても決まってくる可能性があります。先ほど言ったように6月10日に定額減税に続く新たな総合対策っていうのを検討していくよっていうふうに岸田首相は言っているので、また新しい補助金、給付金っていうものもこれ以外にも決まってくる可能性があります。今日お話岸田首相がするこの給付金補助金以外についてもまた発表になってきましたら、こちらで動画で速報でお話しさせていただきたいというふうに思ってます。で、この一番最初のこのお題で挙げた全国民10万円給付特別定額給付金の2回目っていうのは、まだあるかないかっていうのは分かってないんですけども、もしかしたら今後ある衆議院選挙で、もしかしたらこの選挙の結果によっては可能性があるんじゃないかなというふうに言われています。その可能性についてお話しさせていただきたいと思います。いろんなストーリー考えられると思うんですけれども、自民党が大敗して過半数割れすると、そして第3党が連立入りして実現するっていうふうなことについて、そのストーリー、まず一つ目についてお話しさせていただきたいと思います。全国民に10万円給付するようなこの特別定額給付金というのはコロナ禍にありました。2020年の5月、全国民に対して1人10万円給付するっていうふうな給付金ですねと。これはコロナ禍にあったんですけれども、そもそもこの国民の声を受けて給付が決定したっていうものがあります。実はこの1人10万円給付っていうような形で決まる前に1世帯30万円という形で閣議決定しました。ただ国民、世論調査ですね。で、国民が1人10万円給付やりましょうっていうふうな声をたくさん挙げたと。で、それを受けて公明党がそれを汲み取って自民党に提案し直して、1回決めたこの1世帯30万円で1回決めた閣議決定を組み替えて10万円で決定したっていうふうなことがあります。ただこれはあくまで自民党とか公明党で検討されたもので、今はこの10万円給付というのを政策にしている政党は国民民主党であるとか、あるいはれいわ新選組に限られるということですね。国民民主党はインフレ手当として10万円給付をしようということを政策の柱にしています。れいわ新選組も春夏秋冬、春夏秋冬でですね、1年間で4回合計1人40万円給付するということで政策の柱にしています。その財源もありますというふうに言ってます。ただ繰り返しですけど野党にとどまっているので、大逆転して給付されるシナリオというもののまず一つ目についてお話したいと思います。まず国民の声としてはコロナ禍よりも今苦しいっていうものがあります。これはコロナ禍にあった給付金です。
ただ岸田首相はこの1人10万円給付するような給付金についてはコロナ禍じゃないとやらないというふうに言ってます。ただ国民としてはコロナ禍より苦しいですよっていうものがあります。レストランとか物流に関係するお仕事、あるいは外食、あるいは交通、そういうものに関するお仕事の方はやはり外出制限とかっていうのは非常に苦しかったと思います。ただ我々一般的な国民の大半っていうのは今物価が上がって給料が上がってない状況なので、なんならコロナ禍よりも苦しいですよというものがあります。ただ岸田首相はこういう10万円給付というのはコロナ禍じゃないとやらないっていうふうに言っているので、めちゃくちゃ低い支持率になっているというふうなところですね。でただ岸田首相は国民のこういった低い支持率というのを無視できない状況にあります。それは岸田首相が首相でいるためには衆議院の解散が必要だからということになります。でなんでかっていうと9月に自民党総裁選があります。めちゃくちゃ低い支持率の岸田首相はその後来年の10月までには衆議院の任期っていうのが来て必ずそこまでには解散があるんで、じゃあ自民党総裁選で岸田首相を変えておこうと。自民党の議員としては岸田首相が自民党の顔だったら、自民党総裁だったら次の選挙で負けてしまうかもしれないから変えてしまうと思うに違いありません。なので岸田首相としてはこの9月の自民党総裁選の前に衆議院を解散してなんとか過半数を確保ということをもって自民党総裁選に再選させてくださいっていうふうなシナリオを目論んでますと。でそれがこの6月までの通常国会、そしてその中で政治資金規正法の改正を行い、そしてこの6月に減税もスタートしましたと、こういったことをもって自民党の支持率をアップして解散をするということを目論んでいます。岸田首相は6月国会期末の解散を狙っているということですね。で自民党の総裁選は負けそう、先ほど言った通りです。さらに、今減税スタート、政治資金規正法の改正を行うというタイミングで解散をしていくということを狙っているということですね。でこれは何も岸田首相だけじゃなくて自民党にとっても他にタイミングがないんで、このタイミングで解散するしかないっていうふうにも考えられますと。自民党がこの総裁を変えたところで支持率が上がる可能性が高いとは思えないので、そうなると自民党にとっても他にタイミングがなくて、もしタイミングがどんどんずるずる遅れていくと野党の準備が進むと。準備が進むっていうのは解散を準備、つまり立候補者を擁立すると。自民党の対抗馬を全国津々浦々の小選挙区で立てられてしまうということになるので、自民党としても解散をできるだけ早くする、あるいは少しでもいいタイミングでするっていうことは望んでいるというところですね。岸田首相の最新の支持率っていうことでは、NHK 割と与党、つまり政府に対して高い支持率を出しやすい NHK ですら支持率 21% ということで過去最低を更新しているっていうふうな状況です。ただ岸田首相は諦めていませんと。なぜかというと、このコロナ禍の10万円給付したこの2020年5月、安倍首相でした。安倍政権でしたが、やはりコロナ禍ということでやっぱり苦しかったですね。2020年の4月、この給付がされる1ヶ月前はなんと支持率 23% でしたと。ただ10万円給付をした翌月5月には 38% っていう形で約倍に増えているというところがあります。なので岸田首相も同じように減税をスタートさせたり、先ほど言ったような電気代の補助金を出したりとか、いろんな給付を行うことで同じように支持率をアップしてなんとか解散をして少しでも議席を獲得するというところを狙っています。ただ国民はめちゃくちゃ怒ってますと。コロナ禍より苦しいですよ。なのに政策、国民に寄り添うような政策やってないんじゃないですかっていうことで、やっぱり国民生活が苦しいと矛先は与党政府に向くというところでめちゃくちゃ低い支持率になっているので、解散したところで自民党大敗して過半数割れっていうふうな可能性もありますと。でそうなると自民党公明党以外に与党入りをする政党を見つけて、そして3党以上の連立政権を組むと、第3党が連立入りして実現するという形で、国民民主党、割と自民党、あるいは公明党に近い政党であるというふうに言われている国民民主党が、もしかしたら与党入りしていくんじゃないかなという形ですね。国民民主党っていうのはもともと政策協議され自民党としたりとか、あるいは与党入りも協議された時期があるので、もしかしたら与党入りする可能性もあると。そうなると玉木代表が首相に推される可能性もあると。なぜかというと、自民党公明党がもし大きく議席を減らせば、その議席を減らした、その連立の政党の、その代表をそのまま首相として推せない可能性がありますと。でもし国民民主党が少しでも議席を増やせば、国民の支援を得たということで、連立入りする国民民主党の代表、玉木代表が首相として推されて首相になる可能性もあるんじゃないかなと
思います。そうなると国民民主党の政策、インフレ手当10万円、あるいは消費税減税っていうものを政策の柱にしています。実際にこの消費税減税も去年の11月に参議院に消費税減税法案ということで提出をしています。消費税減税っていうのはやっぱり経済的影響が大きいです。何か物を買うということについて毎回必ず 10% かかってくるのが消費税なので、それがなくなることで消費の刺激になったりとか、経済的影響、いい影響の持続がありますよっていうふうな声がたくさんありますと。国民民主党の本部に、もし今のストーリーで玉木代表が首相になるってこともあり得ると思ってますと。でその場合10万円給付、消費税減税ちゃんとやりますかと伺ったところ、選挙に向けてブラッシュアップしていく可能性はありますけれども、この柱の政策っていうのはブレるとはいうことはないと、可能性は低いと思いますということで、ちゃんと与党入りすればこの10万円給付とか消費税減税やっていくっていうふうなお話でした。でただ全ては衆議院選挙にかかっているということで、いろいろな闇がありますと。小選挙区制度はなかなかひっくり返しにくい闇というものがあります。でそれは何かっていうと、結局地元を押しに入れてしまうっていうものがあったりとかします。例えば地元のその小選挙区の議員が自民党であるいは裏金やってたとしても、それぞれ各地域の推しているその候補が当選しているというのが小選挙区なので、今言ったように自民党でもし裏金やってたとしても、それは悪いのは自民党だしなということで、裏金もその自民党の干渉でやってたんでしょっていうことで、その地元推しの議員がまた当選してきてしまう可能性があるっていうことですね。でそれから与党アドバンテージっていうのもあります。でこれは何かっていうと、自民党がもし政権ひっくり返されちゃうわけでもないということであるならば、地元のその小選挙区の候補は、ぜひ与党の候補に受かってほしいと。つまり自民党がひっくり返るっていうことがない限り、野党になってしまうっていうことがない限りにおいては自民党の議員を当選させておこうかなというふうな力が働くっていうことですね。であるいは推し政党の候補が地元で立候補していない。これは例えば、ちょっと前で言うと維新とかが人気あった時ですね、10年ぐらい前にその維新の候補に投票したいな、維新に投票したいなと思っても、維新の候補が地元の小選挙区に立候補してないと。大阪とか関西の地域ではたくさん立候補しているけれども、なかなかそれ以外の地域では立候補していなかったので、全国的に議席を伸ばしにくいというふうな時期がありました。そういうようなことですね。あるいは与党共闘っていうのはなかなか厳しいっていうことがあります。野党共闘っていうのは自民党でないと思うんだったら、我々野党で協議するその政党、どこの候補っていうのをどこでもいいのでとにかく目つぶって入れてくださいっていうのが野党共闘なんですけれども、なかなかそれはちょっと難しいですね。論理が破綻してて、そもそも政策とかそのお人柄に納得をして投票するっていうのが小選挙区なんで、野党共闘でつまり我々が決めるんでもう目つぶって入れてくださいっていうのはなかなか難しいということですね。春の補選で野党共闘のような動きをして、当選した候補っていうのも、いるので、この野党共闘っていうのが必ず悪いっていうわけじゃないんですけども、なかなか大きく議席を伸ばしにくいっていうものもあったりするということですね。比例で必ずどこかの政党に入れるっていうのがせいぜいできることかなっていうふうに思ってます。でこれは何かっていうと、先ほど言った小選挙区のその候補が例えばじゃあこの千葉4区千葉4区千葉4区あるいは千葉14区っていうのがこの千葉県のここの船橋市なんですけれども、ここには野田議員、野田元総理っていう方がいらっしゃいます。であるいはこの小選挙区は野田さんに投票すると。ただ立憲民主党ではないなというふうに思っても、必ずどこかの政党には入れるっていうことですね。で必ずどこかの政党に入れることで、自民党以外の候補が当選する可能性が上がるので、白票にせずに比例で必ずどこかの政党に入れるっていうこともちょっとポイントにはなってきますと。で衆議院選挙の結果の予想というのを立ててみました。でこれちょっと春の時点なんですけれども、週刊文春が、文春法ということで出したこの衆議院選挙の結果の予想っていうところと全く一致したっていうところがあります。議席の減が83議席減ということで、ちょっと私の方で立てた予想と完全に一致したっていうふうなことですね。で裏金議員、先ほど言ったこの小選挙区制度の闇ということで結局地元推しに入れてしまうってことがあったとしても、裏金議員は5割ぐらい負けていくんじゃないかなと。であるいはそれ以外の議員も2割ぐらいさすがに負けるでしょうということで、自民党の議員が大きく議席を減らして177議席と、今260議席ですけれども83議席減らして177議席というところを予想してみました。で公明党っていうのは今回の裏金に全く関係ないので、あるいは
この今回は自民党から他の党、今いる野党に票が流れるっていうふうに言われてます。なのでそう割れた選挙っていうのは意外と強い支持母体がある公明党とかはめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思ってて、裏金も全く関係ないし、今回はこのまま議席を確保してきて32議席そのまま当選していくんじゃないかなというふうに思ってます。ただ自民党が大きく議席を減らすので209議席ってことで、過半数を割るという形になってきます。465議席の過半数は233です。そのうち209しか確保できないという形ですね。でそうなると国民民主党の議席が気になりますが、本部に同じように電話して聞いてみたところ、今現職7名ですと。でさらにたくさん立候補させたいと思っているので、最終的には40名を大きく超えるぐらい立候補させたいと思ってますということでした。ということで前回21名立候補して11名当選している国民民主党、結構高い当選率なので、現職7名も合わせて、さらに最近支持率が上がってきているので、30名を大きく超えるような議員が当選してくるんじゃないかなというふうにも思ってます。でそうなると自民党公明党と一緒になって、与党入りをしてですね、この過半数の233というところを確保してくるんじゃないかなというふうに思います。でそうなると先ほど言った10万円給付あるいは消費税減税っていうものを実現に向けて動いていくんじゃないかなということで、第3党つまり国民民主党が連立入りしてこの全国民10万円給付の2回目のような給付金を実現していくといったようなシナリオについてお話しさせていただきました。でただこれは自民党公明党大敗するんだけれども過半数割れするぐらいなので、なんとか第3党が入って与党としてまだまだ継続していくというふうなシナリオです。でここ最近になってもう自民党公明党でその過半数を少し割れるというぐらいではなくて、もう大敗してしまってもう政権を維持できなくなってしまうということが言われていますということですね。何のことかというと、先ほどもお話しした4月11日の週刊文春の報道で、週刊文春が近い未来の現実を見せたということで何を予想したか、すごい緻密に予想を立てた結果、自民党の大敗、もうどれぐらい大敗するか、自民党公明党で過半数割れ、野党の大連立が可能と、野党の大連立政権が可能なぐらい負けちゃいますよ、大負けしますよということを予想したというところですね。6月解散、自民党大敗、政権交代して給付金の給付が早まるといったようなシナリオです。繰り返しですけど、4月11日に週刊文春が文春法ということで近い未来の現実を見せた。どんなことを発表したかと、衆議院選挙の予想を全選挙区緻密に出しましたということです。2021年の衆議院選、2022年の参議院選の得票数だけじゃなくて、最近の政党支持率のトレンド、あるいは103の激戦区、つまり勝敗ちょっと微妙だなっていう103の激戦区については有力候補の講演会とか現地の取材もやったと。これ以上できない、これ以上は無理というぐらい緻密に予想を立てて自民党の大敗を予想していると。今まで政権交代まではないと思われたんですけども、いやこれはあるぞと、政権交代がある前提で動き出しているということですね。さらには4月22日週刊現代、この追撃法で同じレベルの大敗を予想していると。週刊現代も同じように緻密に予想を立てて、約その2週間後に追撃法として同じレベルの大敗を予想したと。週刊文春あるいは週刊現代が自民党をぶっ壊すということで自民党の大敗を予想しているということですね。野党の大連立政権も可能になるということで、この全国民10万円給付するような給付金っていうのは自民党じゃなくてこの野党の大連立政権になった方が実は実現しやすいというものがあります。関わる政党が増えるのでもしかしたら調整難しいんじゃないかと思いがちなんですけれども、自民党公明党と一緒に、もし第3と先ほど言った例えば国民民主党とかが与党入りして実現しようとなると、予算に鑑みて、意外と今まで考えてた、補助金もしかしたらやりませんということになる可能性ももしかしたらあるんじゃないかと思うんですが、野党の政策っていうのはそもそも国民に給付する、国民に還元するということを政策にしている政党がほとんどです。例えば国民民主党10万円給付言ってますね。れいわ新選組先ほど言ったように春夏秋冬、
1年に4回1人10万円給付するということに言ってます。その財源もありますっていうふうに言ってます。で、維新、ちょっと後で説明しますけど、ベーシックインカムということで、1月6万から10万円給付するっていうふうに言ってます。で、立憲民主党も1世帯3万円給付するということを言ってます。つまり、野党っていうのは、総じて国民に還元する、給付するっていうことを政策にしている政党が多いので、野党大連立政権になった方が給付金の給付が早まるっていう可能性はありますということですね。で、ちょっとベーシックインカムについてお話しすると、日本維新の会が謳っている、政策ですと。で、これは何かというと、所得制限なく、性別とか年齢の制限もなく、全国民に対して一定額を定期的に継続して給付する、そういった制度、給付金の制度のことですと。で、国民1人当たり毎月6万円とか10万円とかを給付しますよっていうことを、日本維新の会は計算して出していると。で、これは、何も、今だと年間150兆円の予算規模っていうふうなことで書いたんですけど、全国民にもし毎月6万円から10万円給付するってなると、年間150兆円必要になるんですけれども、それは今何も新しく150兆円毎年還元しますよ、給付しますよっていうことじゃなくて、老齢基礎年金、もともと今我々っていうのは国民年金っていうのを払ってると思うんですけど、これ払い続けると65歳になったところで老齢基礎年金ということで、毎月数万円が払われるようになっていると。で、それとこのベーシックインカムを一緒にして、毎月6万円とか10万円を給付するというふうな制度のことです。で、年間でいうと例えば10万円給付になれば年間120万円になるんですけれども、そういったベーシックインカムというのを政策の柱にしているっていうのがこの先ほどのお話ですと。いずれにしてもこの野党っていうのはとにかく国民に還元するような政策を、政策の柱にしているそういう政党が多いので、こういった形で給付が早まるっていうこともあるんじゃないかなというふうに思ってます。で、もし今月6月解散しないと起こること、さらに自民党の支持率が下がると。で、そうすると野党の準備、立候補者擁立ですね、つまり全国のこの小選挙区で候補を立てる、自民党の対抗馬を立てるっていうのが野党の一番の準備です。それがどんどん進んでいくっていうふうな形です。で、そうなると自民党にいたんではもしかしたら議員じゃなくなっちゃうかもしれない、落選するかもしれないということで、自民党の離党ドミノまでもしかしたら起きるんじゃないかなというふうに思ってます。自民党の議員が自民党をどんどん辞める、ますます政権交代の可能性が高まるという形になってますね。で、なんでこの一発の選挙でこんなに自民党公明党で今300議席近くも確保しているのに一発の選挙でひっくり返っちゃうかというところなんですけども、それは情報を伝える側、あるいは情報を受ける側のスピードが速まったということです。情報を受ける側、我々もスマホとか、全員持っているような形になってます。例えば高齢者にもスマホが行き渡ってますというのがここ 2,3 年だと思います。そしてさらにその高齢者もYouTube を見出した、YouTube でいろんな情報を仕入れているというのも当たり前になってきました。逆に情報を発信する側、政治家もほとんどの政治家がYouTube を使って発信をしてますということですね。で、さらにはこの YouTube を使って選挙を戦ったりいろんな情報を発信する議員、例えば NHK 党の立花党首とか有名ですよね。 YouTube 使っていろんな情報を発信してますけれども、有名なところで言えば例えばガーシー議員とかそういった議員も当選するというふうなこともありました。つまり情報の伝達をめちゃくちゃ早めるために政治家っていうのは YouTube をやっぱり使っていくというのがあります。ほとんどの政治家の方が使っています。で、それから今言った情報の受け手、高齢者であったりとかも、我々国民総じてスマホを持っていて YouTube とかを見て情報を仕入れているということで、スピードの伝達の仕方がものすごい早まったというところですね。情報を発信する側も情報を受ける側もそもそも情報を受けやすくなっているし、そして情報を発信しやすくなっているというふうな形ですね。なのでこの1回の選挙でもしかしたら政権交代が起きる可能性もあるよというふうな可能性のプランについてお話ししました。で、今日お話したような給付金の最新の情報っていうのはまた新しいものが出てきたらすぐに動画でお話しさせていただきます。それから給付金のこの申請が始まったらできるだけ早く申請したい、できるだけ早く給付されたいという方もいらっしゃると思います。そういった方たちはぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。新しい情報が出た時にすぐに動画でお話しさせていただきますので、チャンネル登録しておいていただくとすぐに情報をご覧になっていただけるようになります。それから給付金に関する動画を出させていただくと本当にたくさんの方に見ていただきます。なので政治家の方もめちゃくちゃご覧になっていると思うんですね。なんで我々の声を少しでも届けたいというふうに思ってますので、この
コメント欄でぜひこういった給付金に関して賛成反対の一言だけでも構いませんので、ぜひコメントを入れていただければと思います。我々の声をぜひ政治家の方にも届けたいと思ってます。我々がたくさん見てるということは、政治家の方もたくさんご覧になっていると思うので、ぜひ我々の声を少しでも届けたいというふうに思います。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。